にちは。今日はこの私のお部屋のルームツアーをしたいと思います。私は今お腹の中に赤ちゃんがいて、来年出産予定なんですけど、お部屋の感じも今後赤ちゃんを迎えるにあたってちょっと変わってくるかなと思ったので、その前に一回今の夫婦2人暮らしのこのお部屋の感じを記録したいなと思って、今日はルームツアー撮っていこうと思います。じゃあ早速、まずドアを入って、このすぐのところにキッチンがあります。でこのキッチンの前がダイニングスペースになってて、でこっちにリビングスペースっていう感じのレイアウトになってます。ちなみにここは寝室です。このお部屋はキッチン含めて14畳ぐらいの広さのお部屋です。キッチンはまた別の動画で1本でキッチンツアーしたいなと思ってるので、今日はちょっと省くんですけど、まずじゃあこの床から紹介しようかな。この我が家の床はクッションフロアシートを敷いてて、もう寝室まで全体的にこんな感じで敷いてるんですけど、これは楽天市場で買いました。こういうパイン材っぽい木の柄のシートです。そしたらダイニングから紹介します。このテーブルは私が実家の自分の部屋でワークデスクとして使っていたテーブルを今ダイニングテーブルとして使ってて、こういうリサイクルウッドでできてるテーブルで、なんか釘の穴みたいな、こういう穴とかが結構あるんですけど、この古い感じも色味とかも結構好きで気に入ってます。でこの椅子も実家から持ってきたもので、引っ越すタイミングでもう1脚全く同じの買って今2脚あるっていう感じです。でこのテーブルと椅子はどっちも楽天市場で買いました。夫婦2人で座るときはだいたいクマがこっちの手前の方に座って、私がそっちに座るっていう感じなので、いつも私のバッグがここにかかってます。ここが定位置になってる。この木箱の中はこれパソコンで使うやつ、これマッチ棒、この妖精ちゃんはマスタードポットなんですけど、私は特に何も入れてないです。可愛いからここで見守ってもらってます。これ韓国で買ったお香立てなんですけど、お豆みたいなお香立て、可愛い。こっちの壁はこんな感じ。これはコースターです。このキッチンのカウンターはこういうスプーンとかお箸とかカトラリー系を置いてます。これは私とお母さん、幸せそうで私の部屋は結構こういう飾り棚がいっぱいあるんですけど、こういうラブリコのブラケットっていう賃貸でもこういう風につけられる商品があるんですけど、それで全部つけてます。でこの木の棚自体は楽天市場で全部買って、もともとこういう普通の木の色だったんですけど、こっちは自分で白く塗りました。これはフランスヴィンテージのカッティングボード。なんかカッティングボードにハマってた時期があって、その時に買った。これはキャンドルホルダーじゃない、キャンドルのストックです。天使ちゃん、これは全部空のワインボトル。ナチュラルワインのボトルのエチケットってすごい可愛いのが多くて、
てるのがもったいないからここに並べてます。ホームパーティーした時にみんなで開けたボトルとかお店で開いたボトルを持って帰ってきたり。ダイニングのランプはこの子です。この電球1個の真鍮のランプ、エジソン電球との組み合わせが可愛いです。私がいつも座るところのすぐ横にこのスツールを置いてて、このスツールも楽天市場で買ったリサイクルットのスツールです。でこの中はリモコンとかペンとか、ごちゃごちゃいろいろ入ってるのでこの布で隠してます。これは飲みの市で買った、前の Vlog でも紹介したかな、フランスヴィンテージのお気に入りの布です。でこの下はノートとか、これは私のペンケース。ダイニングテーブルのこっち側、ここは鏡スペースになってます。この鏡は IKEA で買いました。結構幅も広くて高さもあって大きい鏡なので部屋が広く見えるし、窓側に置いてるのでこう光も反射して部屋も明るく見せてくれるので結構重要な役目を果たしてくれてる鏡です。ここに私の好きなポストカードを貼ってます。この4連のフックはアートオブブラックで買ったもので、付け方はさっきのラブリコと一緒です。このバッグの中にドライヤーとかヘアアイロンとかが入ってて、これは奄美で買った焼き物鉢カバーかななんですけど、この中になんだっけこれ、洗濯バサミ入ってます。これは夏用のカバン、可愛いからかけてる。でこの下、ここに今メイクバッグがあって、もうすごいぐちゃぐちゃだからちょっと整理しなきゃいけないんだけど、いつも朝はここに座ってメイクして、夜はここからドライヤー出してここで髪乾かしてっていう暮らしをしてます。ちょっと逆光になっちゃって見えづらいんですけど、我が家のカーテン IKEA の白いリネンのカーテンを使ってます。全く同じリネンのものを2枚重ねてて、でこの間にこういうレースのお花柄のレースのカーテンを挟んでて、全部閉めたらちょっとナチュラルな雰囲気になるし、こう全部開けるとちょっとヴィンテージ感のあるお部屋になって、これを気分で開けたり閉めたりしてます。カーテン用の磁石みたいなのをつけてて、これダイソーで買ったんですけど、こういう風に磁石でくっつくようになってます。はい、ではリビングスペース、まずこっちから見た景色はこんな感じです。ここにドンとソファーがあって、このソファーのくつろぎスペースとこの窓側のくつろぎスペースみたいな感じで2つの別の空間として自分の中ではこう区切りみたいなのがあるんですけど、このラグはトルコのヴィンテージラグ、ちょっと赤っぽいくすんだ赤、ブラウンにも見えなくもないけど、このラグのおかげでちょっと部屋がヴィンテージ感のある部屋になってるかなと思ってます。でこのソファーは無印良品で買いました。2人用のソファーで 2.5 人用のソファーもあって迷ったんですけど、我が家そんなに家も広くないので広さとかバランス考えてこの2人用にしました。2人用にして正解だったなと思ってます。
この足も別売りでついてるのでちょっと高さ出して使ったりとかもできるんですけど、足なしでローソファーの方がちょっと部屋が広く見えるかなと思って足なしで使ってます。でこれはブランケットと、このスツールはさっきのダイニングテーブルと同じリサイクルウッドのスツール。これサイドテーブル代わりに置いてます。でこっち側がちょっと逆光だけどもしょうがないか。せっかくこの大きい窓があるんで、この窓側で過ごすスペースを作りたいなと思ってあえて作ったスペースです。このオットマンはこの無印良品のソファーと同じシリーズのオットマンで、こっちは足をつけて使ってます。でこのテーブルはここに引っ越した時にメルカリで買いました。古いローテーブルで、確か日本のものだったと思うんですけど、この足がとっても素敵でお気に入りです。ここに引き出しもついてる。これは自分で紙貼ってアレンジしたマッチ棒です。マッチ入れで、これ私が一番お気に入りのキャンドルホルダー、デンマークのホルムガードで、私はいつもいつの間にかマッチ棒コレクターになってます。これはなんかいろんな紙、押し花付きの和紙、ここにもワインボトルがあります。でこの子は電気ストーブ、コンパクトで可愛い。リビングの方の電気はこの子です。楽天で買った明かりもどき、いつかは明かりを迎えたいと思ってます。ではこの棚に行きたいと思います。この棚はりんご箱という商品を使った棚で、りんご農家さんがりんごを出荷する時に使う箱、丈夫な箱があるんですけど、その箱を12箱分重ねて作ったのがこの棚になります。一回こう使われた古いものなので、ちょっと最初はガサガサしてたりとか、ここにホッチキスが刺さってたりとか、多分農家さんが書いたであろうメモ書きとかがあるんですけど、私はこの古い感じも結構気に入ってます。この棚はもう私の好きなものをいろいろ置いてるんですけど、ちょっと軽く紹介しようかな。この箱にはポーチ、旅行とかで使うようなポーチ系が入ってます。そんなに使用頻度が高くないんで、この一番上に置いてます。でこれは私の救急箱、絆創膏とか薬とか、これは喉スプレー、救急箱で、これ私とっても好きなんですけど、なんでしょう、じゃん、メジャーです。去年長野の奈良江塾に行った時に見つけて、こんなに可愛いメジャーは見たことないと思って、あんまり出番はないんですけど、思い出として買いました。これはポプリで、この子も実家の時からいる蝶々くん、ちゃんと言うよりはくんって顔をしている気がして、何とも言えない意地悪な顔をしています。でその下が私のキャンドルストックゾーンです。これティーライトキャンドルのストックだったりとか、キャンドルホルダー、こういうのはもう100均です。ダイソーで。これは
こういうメディテーションする時とかに使う音がするやつ。これは屋久島に行った時にアーティストのリナリーラちゃんと一緒にこのハート型のサンゴを探して、そのサンゴにリナちゃんがペイントをしてくれた宝物です。で、この下が本ですね。こっちに物置クローゼットがあって、この中にも本とかいろいろ収納してるので、これで全部じゃないんですけど、私の好きな本を並べています。これは本じゃないんですけど、私が一番好きなアニメ映画、フランスのヴェルディブランデブーというアニメ映画なんですけど、私はこれを見て育ったと言っても過言ではないぐらいちっちゃい頃から何回も見てて、お父さんが好きで、この DVD もお父さんのなんですけど、実家から持ってきて永遠に借りてます。で、この下がこれ我が家のアイロン、すごいお気に入りのアイロンと、これは布です。リネンの布で、これはトレジャーって書いてあるんですけど、私の宝物がいっぱい入ってる宝物ボックスです。いろんな私の宝物が入ってて、これお父さんが昔キューバかアメリカかどっちかに行った時にお土産で買ってきてくれた子供用の腕時計なんですけど、これちっちゃい時すごい大好きで、今も宝物として取ってあります。これかわいいですよね。モレスキンと星の王子様のコラボのノートを買った時についてきた箱なんですけど、もらった手紙の一部が入ってます。これは前にファンって言っていいのかわかんないけど、視聴者の方がくれたお手紙です。宝物。懐かしい。こんな感じでいろいろ私の宝物が入っているトレジャーボックスです。よいしょ。結構重い。で、これ私すごい大好きなんですけど、フランスの古いフランスブロカントっていうのかなの木の小物入れなんですけど、こういうスライドで開くタイプの、もう私この木の古い感じとか厚みとか、あとこのなんだろう、釘のアイアンなのかな、もうこの感じとかもうすごい全部大好きで宝物です。で、この中には爪切りとかピンセットとか、これはラオスに行った友達からもらったバームとか、そんなのが入ってます。いやー、これかわいい。本当に本当はここの隙間を全部こう詰めて埋めたかったんですけど、ここにコンセントがあって、Wi-Fi とかテレビとかつながるコードとかがあるので、この無印良品のバッグに入れて布かけて隠してます。はい、左の6段はこんな感じで、次真ん中、上から行こうかな。このりんご箱を3段重ねるとちょうど私のこの腰ぐらいの位置になって、結構ディスプレイにちょうどいい高さになってます。で、この上はここにもキャンドルがあったりとか、これパロサント、あとここにもピエロくんがいます。
レコードは結構自分で買ったものもあれば、お父さんがレコード集めが好きなのでお父さんからもらったのとかも結構あって、これ私の21歳か22歳の誕生日の時にお父さんがくれたレコード。結構お父さんと趣味が似てて、お父さんからもらったものがすごい多いんですけど、これもレコード。ジャケットが可愛いからこれはここに飾ってます。で、私のレコードプレーヤーはこのイオンって読むのかな、そう、これです。1万円ぐらいで楽天市場で買いました。ちょっとこの幅が足りなくてここがはみ出てるんですけど、まあ大丈夫でしょうということで、このランプは今年買ったすごいお気に入りのランプです。これはリサイクルショップで買いました。このバスケットの中には今こういうコード系、充電器とかそういうのが入ってます。もうこうやって布かけとけば何でもかんでもいいと思ってるで、これはスタンドミラーです。真鍮のスタンドミラーで経年変化がいい感じで、2段目、これは私の大事な仕事道具のフィルムカメラと、この箱の中にはポストカードとか、私のポストカードコレクションが入ってます。この一番下はそんなにこだわりがあんまりなくって結構適当なんですけど、このポーチも何にも入ってないけど、これは赤ちゃんが生まれたらおむつ入れとかで使いたいなと思ってるポーチで、キャンドル置いたりとかに使ってるお皿です。よいしょ。右の棚はソファーで3段目がすっぽり隠れちゃってるんですけど、ここにも本。これは韓国で買ったお香なんだけど、可愛すぎてもったいなくて全然使えてないっていうやつ。これもお香と同じところで買った、これはスコップ、ハンドメイドのこういう何に使うのみたいな、そういう小物が好きなんですよね。これもかわいい。この木のちっちゃい台みたいな、これはプエブコで買いました。これすごい大好きなオイル、ナリンのナリンセンシュアルオイル、すごいいい香りです。よいしょ。で、この2段目もあんまり見えないんですけど、これは昔ザラホームで買ったジュエリーボックス。私今そんなにジュエリーとかアクセサリー持ってないんで、すごいスカスカだけど、これはお弁当箱だったんですけど、今この中にはこんな裁縫道具が入ってます。糸とかね。これはトラベラーズノートのリフィルとかノートのストックを今ここに置いてます。で、この下3段目、何も見えないところにこのクマの腹筋ローラーとかそんなのが入ってます。棚はこんな感じでした。
はい、こんな感じが今の私のお部屋でした。今後どんな感じで変わるかとか、もう変わるのかもまだ何も決めてないのでちょっと分かんないんですけど、とりあえず今のお部屋はこんな感じでした。分かる範囲でリンク概要欄に貼ったりとか、あと楽天市場で買ったものは楽天ルームにも貼っておくので、よかったらそっちも参考にしてください。それではありがとうございました。